知恵ある王様、繁栄を極めたソロモン王の重要な場面に、アジアにしか存在しないはずの品々がいくつか登場しているんです。ソロモン王の時代、すでに西洋と東洋を結んでいた巨大な海の交易ルートは存在していたのでしょうか。今回は白檀という交易品を手がかりに、歴史の表舞台から消えてしまった古代世界の海の道をたどっていきます。紀元前10世紀、古代イスラエル王国、周辺の大国が侵略や略奪によって拡大していく中、武器ではなくて商業によって国を繁栄させた王様、それがかの有名なソロモンでした。ソロモン王は遠い国からアルグム材という特別な木材を運ばせて神殿の柱や建物を作らせたと書かれているのですが、このアルグム材というのは何だったのか、諸説ある中で最も有力とされているのが、古来から化粧品や香水の原料として使用されていた白檀です。聖書に登場する交易品のほとんどが東アフリカや中東から運ばれたものだと考えられている中で、このアルグム材を運んだという航海の技術に関しては異質なところが見受けられます。例えば一緒に運ばれたとするクジャクです。クジャクは中東やアフリカには生息しておらず、その呼び方も古代インドの言葉サンスクリット語の呼び名と綴りが似ているというんです。そしてさらに白檀と一緒に運ばれていた大量の金、それはすでに大国によって抑えられていた中東近隣の産地とは別のどこかに巨大な供給地が存在していたことを示しているかもしれないんです。今回はそんな歴史の表舞台には出ることのなかったソロモン王の時代の東西交流ルートを紐解いていきます。その航路の中継点にはある聖なる山の存在も見えてきますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではまず、かつて世界最高の白檀の産地として知られた場所はどこだったのか見ていきましょう。白檀は別名サンダルウッドと言います。激しい寒気と雨季両方あるモンスーン気候という環境が強い方向を放つ最高級品を育てると言います。さらに生木になるまで数十年もかかるということから、木が若いうちに伐採されないようしっかり管理することも重要になります。現代では白檀の産地といえば南インドが有名です。ですが実はインドの白檀が世界のブランドとして知られるようになったのはイギリス植民地支配下でのこと。歴史的に見れば意外にもかなり新しい出来事でした。それ以前、世界で最高級の白檀の産地として知られていたのはインドネシア東部に浮かぶチモール島でした。中国明の時代の交易記録には東南アジアチモールおよびスンバから白檀を購入したという記述も残っています。16世紀大航海時代のポルトガルがこの島をいち早く目指した目的もこのティモール島の白檀にありました。当時のヨーロッパの上流階級にとって白檀は香水の原料として欠かせない超高級品。スパイスの聖地として有名なモルッカ諸島と並ぶ宝の山だったんです。しかしティモール島の白檀は押し寄せたポルトガル人たちによる乱伐の結果、18世紀を迎える頃にはほぼ枯渇してしまったのです。その時この白檀バブルの次なる主役に躍り出たのがイギリスでした。彼らは南インドの王族が管理していた良質な白檀を世界的なブランドとして売り出すことに成功しました。以来、世界最高級の白檀の産地は南インドということになりました。そしてかつての産地チモール島という名前は遠く忘れ去られていきました。ですからソロモン王の時代、白檀といえばティモール島産の白檀だった可能性があるのです。チモール島からインドへ
そしてソロモン王の治めるイスラエルへ、往復で地球を半周するほどの距離に及ぶ海の道は一体どんな風につながっていたのでしょうか。そこには世界史の教科書には決して書かれていない巨大な空白が存在します。それではその謎を解くためにソロモン王の時代からさらに2000年も古い時代に遡って見てみましょう。人類最古の文明発祥のうちの一つ、シュメール。都市国家ウルの遺跡からはインダス文明との交流を示す確かな痕跡が発見されています。インダス式の印章やカーネリアンのビーズ、さらには粘土板に刻まれたインダス文明を示す当時の呼び名メルハの記録です。メソポタミアは豊かな大河の恵みによって栄えましたが、石材や金属などの資源には恵まれていませんでした。そのため、オマーンやイランから資源を輸入していたのです。当時の長距離輸送を支えていたのは船でした。そして地図を見れば、インダス川の河口域も交易圏のすぐ隣に位置しているということがわかります。つまり、インドと中東を結ぶ海のルートは、ソロモン王の時代のはるか前からすでに巨大な経済動脈として機能していたのです。しかし、時代は進みます。ソロモン王の時代になる頃には、インダス文明はすでに衰退して、モヘンジョダロやハラッパーといった巨大な都市も捨て去られていました。北方から移動してきたアーリア人たちはインド各地へ広がり、後にマハーバーラタやラーマーヤナとして語られる英雄たちの時代へと入っていきます。それでも古代から築かれてきた海の交易路そのものが消えたわけではありませんでした。むしろ文明が変化する中で海を渡る交易商人たちは異なる世界を結ぶ存在としてさらに重要になっていったんです。インダス文明が衰退した後もインドと中東を結ぶ海の交易ネットワークは受け継がれていきました。そしてその長い交易の歴史の延長線上に後のソロモン王の時代も位置していたのです。ソロモン王の時代、メソポタミア文明の中心は内陸の大都市バビロンに移っていました。この頃になると中東の富はラクダの大将によって砂漠を越えて運ばれるようになっていました。ソロモン王があえてシナイ半島から紅海を下って東の海へと船団を送ったのはそんな時代でした。そこには王の大きな野心がありました。大将が運んでくる品を待つのではなく、自ら船を出し、富の源流へ向かう。それは交易路の末端にとどまるのではなく、担い手になろうとする挑戦でした。ソロモン王は海へ活路を求めることで、国の繁栄と独立を支えようとしたのかもしれません。そしてその記述の続きには驚くべきことが記されています。ソロモンの時代、銀はそれほど価値あるものとみなされなかったというのです。古代メソポタミア世界で銀は取引の単位、基軸の資産。それが当時のイスラエルではそれほど価値あるものとはみなされなかったというのです。この描写は単なる豊かさの自慢ではなく、メソポタミアを通して入手するものとは別の新しい富の源を手に入れた自信と誇りを表現しているかのようにも見えます。さらに気になるのは3年に一度船団を送っていたという記述です。確かに古代の航海ですから荷物を集める時間とか決まった時期に吹かない季節風を待つとか現代と違う様々な制約があったはずですが、往復に3年かかるとすると相当遠いところだったような印象ですよね。その3年という歳月をかけて行き来していた目的地とは一体どこだったんでしょうか。運んでいた動物の名前にクジャクと書かれているところから可能性が高いのはインドだったとされています。
ただし、膨大な金と書かれているところから考えてみると、インドという一つの場所だけで採掘された金というよりも、インド洋海域全体の富が集まる大きなハブがまさにインドだった。そんな可能性も否定できません。そして、白檀の産地チムル島。驚くべきことに、インドとチムル島は実は海流という視点から見て完璧すぎるほど合理的な位置関係にありました。それではインド洋海域の遠洋航海、海のハイウェイを見ていきましょう。まず始まりはフィリピンの島々、台湾島とルソン島の間のバシー海峡。ここは世界最大級の航海の難所です。それにもかかわらず、古代の人々がこの海を日常的に渡っていたその理由の一つが、遠く西の世界で珍重された交易品がここにあったからなのかもしれません。一説にはエジプトのミイラ作りにも利用されたと言われ、中国では漢方薬としても珍重されたナツメックやクローブ、貴重なコーン飼料の世界唯一の産地、スパイス諸島モルッカがそこにありました。そしてモルッカ諸島を東に見て南西に進むと見えてくるのがチモール島です。そしてさらに西へ島々をたどりながら進み、ジャワ島の東の端、バリ島とロンボク島の間の海峡に進みます。こここそが広大なインド洋へ抜ける重要な海の玄関口だったのです。潮の流れは速く、海峡を渡るタイミングを見分ける知識と経験が必要です。しかし、一旦海流に乗ってしまえば、あとは季節風が帆を押してくれます。星や太陽の高度、波の向き、鳥の声や雲の流れを読みながら進む航海。そして進路を北西に向ければスリランカ、さらにインドの西岸に到着します。一方、進路を北に取らず、南赤道海流に乗って西へ進み続けると、その先にあるのがマダガスカルです。実際、マダガスカルの先住民と東南アジア人の間には、言語や DNA に深いつながりが残っていることがよく知られています。だからこそ東南アジア人はたまたまたどり着いたのではなくて、繰り返し往復していたのではないかと考えられているのです。それでは東南アジアへ戻るときにはどうだったのでしょうか。帰りは海流に逆らわなければならないので、海の真ん中ではなく、沿岸沿いに東アフリカからアラビアへ向かったと考えられています。余談かもしれませんが、東アフリカって言えば、ソロモンに会いに来たシバの女王はエチオピアの女王のことだったと言われていますよね。それからクローブやナツメックがエジプトのミイラ作りに使われていたのではという議論で想定されるのもこのルートです。アラブからインド、インドからベンガル湾を回り、長い長い外洋を終えて再びあの海峡に近づいたとき、あるいはこれから未知の大海原へ漕ぎ出そうとするとき、遠くから最も目につくひときわ高い山、それがスメル山でした。スメルと聞くとメソポタミアのシュメール人とか日本の古語スメラミコトを思い浮かべたりしますよね。ただしこの東ジャワのスメル山はインドの神話の伝説上の聖山メール山の影響を受けたもので、後のヒンドゥーの王様が支配した時代にインドに倣ってつけた名前だと言われることが多いです。でもこれまで見てきたように東南アジアがインド洋交易圏の一部であったことを考えると、神話も象徴も交易品と一緒に運ばれた、または共有されていた可能性は否定できないんですよね。もっとも現時点でそれを裏付ける直接的な証拠はなく、
ソロモン王の時代のことも聖書の記述から想像するしかないのですが、インド洋は昔から海流と季節風を最大限に利用した商業の海だったということができると思います。それではもう一方の大きな海、太平洋はどうだったのでしょうか。次回は南太平洋、移住と拡散の海を見てみたいと思います。ということで今回は古代インド洋の広域海洋ネットワークを見てきました。一応のことはもう知ってるという方も多いと思いますが、なかなかメインになりにくいテーマです。でもこの航海ルートを意識すると、これまで謎と言われていたいろんなつながりが見えてくるかもしれません。ぜひあなたの考察もコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。